こんにちは。ゼロから行政書士第57回です。前回は会社を監査する仕組みを学びました。監査役や役員が負う責任を確認しました。会社の機関のパートはこれで完結しました。今回のテーマは株式と資金調達の発展です。会社の出発点である株式を深く見ていきます。さらに会社がお金を集める仕組みも学びます。肩の力を抜いてじっくり進めていきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は株式のいろいろな内容です。種類株式や譲渡制限株式について確認します。二つ目は自己株式の取得の規制です。会社が自らの株式を買い戻す場面を見ます。三つ目は会社が資金を集める仕組みです。募集株式の発行や社債について学びます。それでは早速始めましょう。はじめに株式の基本を思い出します。株式は株主としての地位を表すものです。その地位を細かく分けた単位が株式です。株主は株式を通じて会社に出資します。見返りに様々な権利を受け取ります。利益から配当を受け取る権利などがその例です。会社が解散するとき、残った財産を受け取る権利もあります。株主総会で一票を投じる議決権も持ちます。同じ内容の株式は平等に扱われるのが原則です。次に種類株式について学びます。株式はすべて同じ内容とは限りません。会社は内容の違う株式を発行できます。これを種類株式と呼びます。例えば、配当を優先して受け取れる株式があります。反対に、議決権のない株式もあります。こうした株式を目的に応じて使い分けます。内容の違いは定款で定めておく必要があります。資金集めや経営の工夫に役立てる仕組みです。続いて、株式の譲渡制限を見ます。株式は自由に譲り渡せるのが原則です。株主はいつでも投資を回収できるべきだからです。しかし、それでは困る会社もあります。知らない人が株主になる恐れがあるからです。そこで定款で譲渡に会社の承認を求められます。これを譲渡制限株式と呼びます。すべての株式に制限のある会社を非公開会社と呼びます。次は自己株式について学びます。会社は自らの株式を買い戻すことがあります。この買い戻した株式を自己株式と呼びます。株主に会社のお金を返すという意味を持ちます。しかし、無制限に認めると問題が生じます。会社の財産が外へ流れ出てしまうからです。そこで取得できる金額には規制があります。また、手続についても決まりが置かれています。取得した自己株式は後に処分することもできます。会社が持つ自己株式には議決権がありません。ここからは資金調達を学びます。会社は事業のために資金を必要とします。その集め方には大きく2つの道があります。一つは株式を発行して集める方法です。もう一つは社債を発行して借りる方法です。株式で集めたお金は返す必要がありません。これに対し、社債はいずれ返すお金です。この違いを頭に置いて進めていきましょう。まず、募集株式の発行を学びます。会社は新しく株式を発行できます。その株式を引き受ける人を広く募ります。これを募集株式の発行と呼びます。会社は株式と引き換えに資金を得ます。誰にいくらで割り当てるかを会社が決めます。出資した人は新たに株主となります。公開会社かどうかで必要な手続は変わってきます。
会社を大きくするための大切な手段です。ただし、元の株主への配慮も必要になります。次に、有利発行について学びます。新株の払子金額は会社が決めます。これを特に安くすると問題が生じます。新しい株主だけが得をするからです。元からの株主は株式の価値が下がって損をします。そこで特に有利な発行には特別な手続がいります。株主総会での特別な決議が必要になります。特に有利かどうかは株式の価値をもとに判断されます。株主の利益を守るための慎重な仕組みです。続いて発行の定めを見ます。株式の発行がいつも正しいとは限りません。法令や定款に違反する発行は認められません。また、見ずずしく不公正な発行も問題になります。経営陣が保身のために行う発行などです。こうした発行は株主に不利益を与えます。そこで株主は発行の定めを請求できます。不当な発行を事前に止めるための手段です。ここで株式の数を整える方法を見ます。一つ目は株式の併合です。複数の株式を少ない数にまとめる方法です。二つ目は株式の分割です。一つの株式を複数に分ける方法です。分割では株主の持ち分の価値は変わりません。三つ目は単元株制度です。一定数の株式をまとめて一議決権とする仕組みです。こうして株式の数や単位を調整します。最後に社債について学びます。社債は会社がお金を借りる仕組みです。会社は社債を発行して資金を集めます。社債を引き受けた人は株主ではありません。会社にお金を貸した債権者となります。そのため、会社の経営に加わる権利はありません。会社が倒れた時も株主より先に返済を受けられます。決められた時期に利息を受け取れます。期限が来れば貸したお金も返してもらえます。株式との違いをしっかり押さえておきましょう。ここで今日のクイズです。株式や社債について正しいのはどれでしょう？ A は自己株式にも議決権があるです。B は社債を持つ人は債権者であるです。C は有利発行はいつでも自由にできるです。少し考えてみてください。正解は B です。自己株式に議決権はなく A は誤りです。有利発行には特別な決議が必要で C も誤りです。それでは今日のまとめです。一つ目は株式のいろいろな内容です。種類株式や譲渡制限株式を確認しました。二つ目は自己株式の取得です。財産が流出しないよう規制があるのでした。三つ目は資金調達の仕組みです。募集株式の発行と社債の基礎を学びました。有利発行や不公正な発行は制限されるのでした。ここまで株式と資金調達を学びました。種類株式や譲渡制限株式を確認しました。自己株式の取得の規制も見てきました。募集株式の発行と社債の基礎も学びました。これで株式会社の学習は一区切りです。次回は自分会社と商法の分野を扱います。合名会社や商に商行為などを学びます。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。